皆さんこんにちは。こちらはソニー CMT-SBT100 です。発売は2013年。当時の価格は3万円前後でした。このアンプにはソニーが開発したフルデジタルアンプ S マスターが搭載されています。今回はこのシステムの音を詳しく解析します。このモデルの主なスペックは次の通りです。S マスターは入力された信号に何も足さず何も引かず、形を正確に整えて送り出す仕組みです。ウォークマンダイレクトというのはウォークマンを直結して録音や再生ができる機能です。専用のスタンドにセットして充電したり音楽を楽しむことができます。スピーカーは10センチ口径のウーファーに4センチのコーンツイーターの構成です。前回はこのコンポの中身を観察して CD が出ない不具合を修理しました。今回はこのコンポを測定して性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。定格出力が不明ですので歪みから見ていきます。ボリュームマックスで 15W が限界です。最後まで低歪みで再生できます。こちらは他のアンプと比較した結果です。オレンジが今回のアンプです。ソニー TAF501 は S マスタープロを搭載したデジタルアンプです。これより優秀です。コイル鳴きもありません。右肩下がりの部分はノイズです。他のデジタルアンプとほとんど同じ性能です。こちらは実際の波形です。S マスターの出力は揺るぎなく安定しています。100分の1デシベルも変動しません。これは安定性の高い電源のおかげでしょう。音色を決定づける周波数特性を見ていきます。このアンプには音色があります。この奇妙なカーブは付属のスピーカーに合わせたものでしょう。他のスピーカーと組み合わせることはできません。バスブーストは低域を6デシベル持ち上げる機能です。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。CD の直線性は再生限界までほぼ直線に乗っています。十分な性能です。アナログ入力のダイナミックレンジも十分な性能です。このコンポはアナログ入力で使うのが最も高音質です。こちらはボリュームのギャングエラーです。完璧な性能です。以前調べた S マスタープロと同じです。誤差0です。スピーカーの特性を見ていきます。こちらはインピーダンス特性です。このシステムのインピーダンスはカタログスペック通り6オームです。バスレフの共振周波数は 83Hz 付近です。この値からすると能率がやや低いようです。こちらはフラットな特性のアンプで鳴らした時の周波数特性です。おおむねフラットですが100Hz 以下の低音が出ていません。広域のピークはコーンツイーターの癖でしょう。左右で特性にばらつきがあります。あまり性能の良くないツイーターです。
こちらは指向性です。小口径なので指向性が良好です。角度がつくとピークが丸くなってフラットに近づきます。専用のアンプと組み合わせた結果を見ていきます。低音が伸びるわけでもなければフラットになるわけでもありません。むしろ広域が減っておとなしい音色です。充実再生の方向で行くなら特性がフラットな外部アンプで鳴らした方が高音質です。歪みを見ていきます。1W で 100Hz の歪みが 10% を超えません。普通に鳴らせる性能です。能率が低いので音量は小さめです。低音の歪みが激しく増えていますが、専用のアンプではカットされるので問題ありません。こちらは音量を上げた結果です。この様子からすると破綻のない音質で再生できる限界は 4W です。そこそこの音量が出ます。このコンポの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。2番は今回のミニコンポの音です。データによるとこのミニコンポは広域に癖があって低音が出ていませんでした。実際はどんな音に聞こえるでしょうか。それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
いかがでしたでしょう。音の特徴について何か気がついたことがあればお聞かせください。このモデルは低音が出ない、ツイーターの音が良くないといったいわゆるミニコンポの音です。S マスターの性能は素晴らしいものですが、システムとしてまとめ上げるのに失敗しています。このコンポは実売3万円ですが、コストの配分に問題があるように見えます。これはアンプの中身にコストをかけすぎです。特にこの電源は立派すぎです。ユーザーの満足度を高めるためにはアンプの中身ではなくて他の部分にコストをかける必要があったと思います。これはウォークマンの音をスピーカーで聞きたい、そんなニーズに応える商品ですが、S マスターに期待したユーザーを満足させることはできなかったようです。ソニーは現在このタイプのミニコンポを作っていません。ミニコンポはハイファイオーディオと違って音作りに自由度があります。S マスターでどんな音を聞かせたかったのか、そこのコンセプトがはっきりしないと商品として成功することは難しいようです。ご視聴ありがとうございました。